今日のドライブは大阪を出発しまして、今も大阪なんですけど、近畿自動車道を南に向かって走っています。前回のドライブのテーマがあまりお金を使わずにドライブを楽しもうみたいな感じだったので、今回はですね、ちょっとやりたいことをやっていこうっていうドライブにしていこうと思いまして、和歌山の方に向かっています。大阪から和歌山に抜けていく区間になっていきます。この辺りは阪和自動車道の山の中を走るルートで少しカーブが増えていきますね。ここから和歌山県に入っていきます。寄れるようにしてほしいな。危ないからなんだろうけども、紀の川ちょっと寄りたいんですけども、トイレ休憩をしないと道の駅まで持ちそうにありませんので、一旦トイレ休憩をします。しましょう。
紀の川のサービスエリア出発しまして、で、今日の一番の目的は、海南サクアスに行くことなんですけども、なんで海南サクアスに行こうと思ったかといえば、もうこの時期といえば桃パフェですね。和歌山のこの辺りですね、紀の川周辺とかだったら至る所で桃は販売されていますし、販売されているところでも桃パフェ的なやつは桃を使った何かスイーツとかですね、そういうのは至る所で食べることができるとは思うんですけども、今回はですね、たまたま見た桃パフェのお店を選ぶことにしました。食べるんだったら別に道の駅じゃなくてもいいとは思うんですけどもね、それも思うんですが、道の駅巡りやってきまして、道の駅が大好きというのもありますので、道の駅でですね、食べれる桃パフェを目指してですね、海南サクアスの方に行っております。最初に行って食べようと思ってたところは、道の駅根頃歴史の丘っていうところのカフェですね。そこも桃を丸ごと1個使ったパフェがこの時期は期間限定で食べることができるので、そちらの方もちょっと捨てがたかったんですが、今日は海南サクアスの方で食べてみようと思ってます。事前に下調べをしたところ、和歌山の海南サクアスにはですね、この時期桃を使って食べれるものが多数ありまして、桃パフェだけじゃないんですよね。桃のタルトとか桃のソフトクリームなどなども食べることができて、桃パフェの値段がですね結構張りますので、1680円とかで書いてたかと思うんですけど、他のものを選べばそこまで高くなく食べることができるので、絶対桃パフェを食べようっていう感じでもないですけどね。最近は食がちょっと細くなってしまいまして、食べれるかなっていうのもあるので、ちょっと行ってみてですね、どんなものかを見て、食べれそうだったら桃パフェ、食べれなさそうだったらなんか違うのみたいな感じでちょっといただけたらなと思っております。その目的が達成されると、今日のですねドライブの目的は達成されるということもありますので、その後はドライブをブラブラとして、どこを目的にするとかはなくドライブをしようと思ってます。今回のドライブもですね、妻は予定ありで一緒に出かけることができなかったので、一人ドライブということになります。一人ドライブだと助手席がですね荷物置き場として自由に使えますので、S6 の荷物という意味ではですけどね、S6 の旅は快適なものになります。この先海南のインターチェンジで高速道路を降りていきます。出発地点からこれぐらい過ぎてくれてるとね、スムーズに
目的地までたどり着くことができるんですけども、まあ通勤時間帯の大阪は混みますよね。まあ大阪だけじゃないでしょうけど、通勤時間帯は混みますよね。まあ仕方ありません。それでは海南のインターチェンジで高速道路を降りていきます。あれマリーナシティなのかな。大阪の方は30度超えてたんですけど、こっちに来たら気温が29度ぐらいなんで、ちょっとだけ涼しいですよね。石油を生成する工場があります。そしてここからが国道42号線ですね。もう海南サクアスはですね、海南のインターチェンジを降りて5分ほどであります。いいかな、右かな。まっすぐじゃん。まっすぐで良かったみたいなんですけど、ナビにこれは旧道になるんでしょうね。さっきのは新道になるのかな。前はこう何のトンネルがなかったような気がするし、こっちを通ってたような気がするんで、まあいいでしょう。はい、こちらからでもですね行けます。海南サクアス1キロです。右側ですね、海が見えてます。ああ、いいっすね。うわー、映ってないのが申し訳ない。カメラはね、助手席側向いてるんで、山側なんで崖しか映らないんですよ。ちょっと電源オンにしたかったんですけど。海南サクアスが到着するようですが、到着ですね。よいしょ。おお、混んでるかな。やっぱこの時期は混んでんな。
さまでした。海南サクワスで桃パフェを食べまして、この先は適当にちょっとドライブを楽しんでいこうかなというところです。今は国道42号線を南の方に向かって走っています。桃パフェはすごいですね。すごかったです。ボリューミーでした。桃も甘かったですしね、美味しかったです。なんか他の桃のタルトとかいろいろ販売されてたので、他の桃のものって言ったらいいですかね、もうちょっと食べてみたかったですけど、さすがにですね、そんな何個も食べれませんので、桃パフェを満喫しました。まあお昼ご飯でもこれだけでもう僕はいいかなぐらいな感じですね。安143円入れたいね。海南サクアスからも見えてたんですけども、山一面がみかん畑ですね。下津、この辺りはやっぱりみかんが美味しいんですよね。下津有田とみかんが美味しいです。まあ、せっかく和歌山来たんで景色のいいところ走りたいですよね。ここでも安いわ。147円か。すげえいいわ、みかん畑が。高速からでも結構見えるんですけど、和歌山らしい景色の一つだなと思いますね。いいです。海南から有田に入りました。結構この先、メジャーどころがいろいろありますので、メジャーどころに行こうと思うとですね、このまま南に下っていって白崎海洋公園とか行くと、この時期はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思うんですよね。前に行ってるんですけどね、道の駅巡りの時に白崎海洋公園自体が道の駅になってますんで、日本のエーゲ海みたいな感じで、あれ石灰岩って言ったらいいんですかね、白い岩と海の景色は圧巻ですよね。観光目的だったら白崎海洋公園は外したくないところですね。
橋で有田川を渡ります。川沿いの道で景色がすげえ良かったんですけどしまった。まあでも防波堤じゃないの、堤防なんつったんやろ。港町に入ってきましたね。なんかちょっと景色がいいところがあるよっていうのがたまたま道の駅のところで Google マップ見てたら発見して、そこに向かってるんですけどね。わあ、なんか綺麗そう。おお、なんかいいっす。おお、なんかすごいぞ、海が見えるぞ。止めていいのかな、知らんけど。わあ、港だ。やっぱり海沿いがいいな。また日本海とはちょっと雰囲気ちゃうんですよね。すごっ。動物が出てくる。これかな。ここは関係者が立ち入り禁止になってるけど、到着しましたになりましたが、何もないですけどね。これか。やばい。うわー、やば。こっから歩いた先に展望台があるみたいなんですけど、めっちゃ蜂みたいなのが外にいて、近くに巣があるんすかね。ちょっとね、降りるのやばそうな感じがするんで。
いしょ。道を戻っていくルートで行けということだったので、ナビに従って行きましょう。駐車場に止めたかったんですけど、駐車場にめちゃめちゃ蜂いたんですよ。やばかった。なのでちょっとイレギュラーな場所に車を止めさせてもらって展望台行ってきましたけど、まあ超綺麗です。日中行きましたけど、でも朝日とか夕日の時期超いいんじゃないですかね。綺麗。やっぱり海が見える景色最高。いいっすよね。こういういいっすよね。左側に有田川見えてますけど、いいですよね、こういう景色。めっちゃ好きだわ。和歌山いいですよね。いや和歌山いい。道の駅巡りでもどこの県もね、もちろんいいとこいっぱいありますけど、和歌山めっちゃ好きでしたもんね。やっぱ自然の景色が一番いいですよね。自然の景色っておかしいな。やっぱり山川、そういう感じの景色が好きですね。自然な景色が好きだとか言っておきながらですね、この先は湯浅の方に向かっていこうと思ってます。湯浅の方でちょっとだけ街歩きでもしてみようかと思ってるんですよね。
では行きましょう。たまたま見つけた須佐神社、実は須佐の命が祀られているんですけど、ずっとそこにずっとどこかに神社ないかなって思ってて、おー綺麗やんけ、ここは前の方が良かったな、しまった、めっちゃ海綺麗ですけど、ちょっとカメラの位置変えましょう。これは前だ。よいしょ。ああ、これは最高だわ。湯浅町っすね。うわーすげえ、うわーめっちゃ濡れてるやん。うわーこれは潮風じゃないな、帰って洗車しないとやばいやつだな。うおーすげえ、うおーおーやばー。もうこれは家帰って洗車しながらちょっとやばいやつですね。潮風たっぷりありましたね。潮風というか海水浴びましたね。やばー、めっちゃ良かった。でもさっきちょっと降りていたんですけど、降りて呼吸したらね、口の中がしょっぱいんですよ。もうそれぐらいこうなんて言ったらいいんですか、海の水が上がってきてて、いやーやば、テンション上がるわ。でも綺麗。和歌山の海沿いの道やっぱいいんすよね。どこ走ってもいいわ。から海を外れていきます。を越えると湯
岩佐の町の方に入ってきます。朝の街を街歩きしまして、この先ちょっとブラッド有田の方に向けていきます。湯浅では醤油だけ買いました。醤油ね、湯浅といえば醤油ですたまたまなんですけど、僕全然知らなかったんですけど、おいしんぼっていう料理漫画、ちょっと前まであったんですけど、それが結構好きでよく見てたんですけど、それで紹介されたっていう醤油が売ってて、その醤油を買いました。あとは金山寺味噌ですよね、湯浅といえば。ちょっと迷ったんですけどね、どっちを買うか。妻に LINE をしたら醤油を買ってくれということだったので、醤油を選択しました。ぼちぼちとガソリンを入れておきたいんですけども、反対側にはあったんですけど、こっち側にないんですよね。右側にあったガソリンスタンドが安そうだったから入りたかったんですけどね。
どうでもいい時はねなんかスタンドいっぱいある気がするんですけど、いざ入れるとなるとなかなかないんですよね。まあ気のせいなんでしょうけどね。国道を離れる前にガソリンを入れたかったんですけどダメだな、離れるの。セルフじゃない。ガソスタからどんどん遠ざかっていく道に、おお有田鉄道バスブルー。お仕事疲れた人たちの休憩所みたいな感じになってましたね、鉄道公園。昔の有田鉄道の無線跡に鉄道が置いてあるって感じでしたかね。いやー西野今日は暑いです。現在32度ですね。時間があればまだまだ行きたいところもあるんですけども、完全に観光ドライブなんてなかなかね、行きと帰りの時間がありますので、よれよ
きと帰りの時間とかも考えつつになるので、今からはですね、北の方に進路を変えていこうと思ってます。この先は今まで走ったことのない道に行こうと思いまして、国道424号線の方に向かっていきますが、これはどうやら狭い道かもしれません。チャット GPT が言ってた君野という場所に向かうことになってきましたね。国道424号線を北上していくルートです。いい感じの山越えルートになりそうですね。武陽立石、どっちあ、違う方行った。どうなっとんじゃ。これは違うんか。どっちに行くんかちょっと分からんぞ。こっちか。道が分からん。ちょっと待ってどっちこれ。まっすぐ奥
っすぐこれまっすぐでいいの？わからん。だいぶこの道改良されてるんですね。旧道っぽいやつがところどころであります。同じ太さの道だとすっごい分かりにくい。こっちに行くと大石高原っていうのがあるらしいですね。一気に狭くなるね。勘弁してよ。から海南市に戻ってきましたね。うわーめっちゃ綺麗。ここを右に行くと黒沢牧場らしいです。牧場とかから行ったら山開けてるから景色が綺麗かったかもしれないな。狭くなりすぎでしょ。びっくりするわ。おおジェットコースターある。されている場所とそうでない場所の差が激しい。
いやー、道としてはね、広がってくると楽しいですね。市を越えて紀の川市まで戻ってきております。岡山岩で424橋本24まっすぐでもいいんじゃねえのかなと思ってしまうんだけども、普通の道のドライブになってきましたね。テンション上がるドライブルートの部分を越えたと言った方がいいか。今もね、国道424号線を走ってるはずなんですよね。紀の川の方に来たら桃買って帰ってもよかったんかもしれませんな。しまったな。桃の里かい。なんかここの道桃違うか、気のせいか。農園の直売所があるんですね。営業中。桃買えんのかな。荒川の桃ね。ほら結構やってるよ。荒川の桃だ。売っとる。ここは終わってる。ただほとんどの場所がもう販売終わってますよね、さすがにこの時間は。ただいっぱいはいらないんですよね。食べきれないだろうし。あ、ここに桃って出てるよ。この辺の人は桃食べ慣れてんだろうな。安く手に入るだろうし。そもそもスーパーとかで買った方が安いんですかね。すごいぞ。1300円。安いな。あ、こっちにしよう。
ます。はい、今日はドライブの最後に荒川の桃まで買うことができて、桃に始まり桃に終わるドライブになったかなと思います。いやあんまこっちの方に降りてくると思ってなくて、最後買うつもりなかったんですけど、買うことができてラッキーでした。大阪府に帰ってまいりました。といっても南なのでまだまだですけど、